皆さんこんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。イラストレーターに高級チェアって必要なのか？今回はこれについて僕なりの考えをお伝えしていきたいと思います。イラストレーターや漫画家ってのはもうね、座りっぱなしなんですよね。で、腰とか痛めちゃって辛い思いしたり、ひどい人だと歩けなくなっちゃったりっていうこともある職業です。で、高級チェアについては買うといいよ、買わないと腰が大変なことになるよっていうね、イラストレーターさんもいるし、中には椅子なんて何でもいいって人もね、いたりして、結構ね、悩むポイントなんじゃないかなと思います。で、買うべきなのかどうなのかっていう話なんですが、結論から言いますと、僕は買うべきだと思います。自分は高級チェアに買い替えてめちゃくちゃ良かったって思ってるうちの一人なんで、買うべき派になります。体の痛さがね、もう全然違う。で、なんで買うべきなのっていう話をする上で、そもそも高級チェアと安い椅子って何が違うのかっていうのをね、まずは説明する必要があるわけなんですが、高級チェアってよく知らないと、素材がいいのかなとか、座り心地がいいのかなとかね、そんな感じで漠然と考えがちなんですが、高級チェアの良さは実はね、はっきりしているんです。人の体って頭があって、肩があって、体が S 字カーブしてて、腰があってね、足があるわけじゃないですか。で、これに合った椅子に座っていれば、本当に楽な状態で作業ができるんです。大きなポイントとしては、まずね、頭の位置、座高ですね。そしてこの首のカーブ、そして腰のカーブの形と位置、そして足の長さ、他にも肩幅とか腕の長さとか、作業する時の手の位置とかで、さらに細かいところを気にすると色々あって、リクライニングの角度や柔らかさとか弾力とか素材とか、こういった部分が自分にぴったりっていうのが理想の椅子になるんです。それが叶えられるのが高級チェアだと思ってください。で、安い椅子っていうのはそもそもの形が悪かったり、調整する機能っていうのもついてなかったりして、どうしても体に合いづらいから体を痛めやすいんですね。なので、座ってる時間が長いよ、めっちゃ座って作業するよっていうような人には、僕は高級チェアをおすすめします。で、高級チェアって具体的にどんな風に違うのっていうのを実際の椅子で紹介していきたいんですが、今回ですね、超高級チェア、スチールケースというメーカーのジェスチャーという椅子をご提供いただいたので、こちらの機能などを紹介しつつレビューしていきたいなと思います。で、まずスチールケースって聞いたことない人も多いと思うんですが、実はスチールケースは創業100年以上の世界シェアナンバーワンのアメリカのオフィス家具メーカーなんです。なのになんで知らないのっていうと、日本の公式オンラインショップができたのがつい最近なんですよね。そりゃ日本人知らないよと、知ってる人は知ってるみたいで、うちは家族がね、僕以上に作業環境にこだわるタイプで、聞いたらね、普通に知ってました。めっちゃいいメーカーだよってね、言ってましたね。で、今回紹介するジェスチャーは、そのメーカーのフラグシップモデルになります。はい、ということで早速見ていきましょう。まず、アームですね。見てもらうとわかると思うんですが、こんな感じで、ぬるぬる動きます。アームレストは、安い椅子だとあんまり動かなくて、大体の椅子でも高さが変わるとか、前後に動く程度のね、動きしかできないことが多いんですが、こちらの椅子はありとあらゆる方向に動くんですよね。ここまで動くってマジですごいんですよ。自分が座った時の肩幅、そして机の高さ、手を置く位置、また作業する内容に合わせてかなりね、自由自在に微調整できるようになっています。素材も一見硬く見えますが、硬めのクッションのような素材になっていて、とてもフィット感があります。で、次に紹介するのはヘッドレストですね。こちらの椅子、ヘッドレストがあるものとないものがあるんですが、今回はね、ある方になります。ちなみに僕はヘッドレストある派です。
もう疲れたっていう時にね、後ろにもたれかかりたいんですよね。ヘッドレストがない椅子はね、耐えられない派です。で、このヘッドレストもね、すごいんですよ。見てください、これ。ありとあらゆる方向にぬるぬるね、動きます。高さの調整だけじゃなく、前後と角度も調整可能になっています。これだけ動けば、大抵の人は自分に合った位置にヘッドレストが調整できるんじゃないでしょうか。で、椅子の高さ、もちろんね、調整可能です。こんな感じで、高くしたり低くしたりすることができます。ただ、一個だけね、気になった点があって、自分が女性で身長が157センチなんですけど、一番低くしても足がね、ペタッと床につかないのが僕的には残念なところでした。足がつかないとどうしてもね、太ももが圧迫されて血流が悪くなりがちなんですよね。ただですよ、椅子の高さって基本的に机に合わせて調整するものなんですけど、日本に売ってる一般的な机って結構高さがあって、それに合わせた椅子の高さにすると自分の身長だと大抵ね、足がつかないんですよね。で、そんな時はこちら、フットレストとかをね、買って調整するのが一般的な方法になるので、自分みたいに背が低いっていう人は、フットレストを買えば足がつかないことは問題なくなるのかなと思います。で、ちょうどね、血流の話があったんで、座面をね、紹介したいんですが、まずこちらの座面、なんと前後に動きます。これってすごい重要で、高さによる圧迫はフットレストで解決できるんですけど、座面の長さが合わないと結局ね、足を圧迫しちゃうんです。これだけはね、体に合わないとどうしようもない部分です。座面が短すぎても足をしっかり支えないし、長すぎても足を圧迫しちゃって血流が悪くなっちゃうんです。でもこの椅子は調整機能がついてるので、座面の長さも自分に合わせて自由に変えることができちゃいます。また、座面をね、一番長くしたらあぐらをかくことなんかもできちゃいますよ。で、さらにこちらの座面、血流を良くするために座面の硬さが場所によって変わっていて、端っこの方がね、柔らかめになっていたりもします。座り心地はもちろん高級感があってとってもいい感じでした。で、次に腰の部分なんですけど、まずね、こちらランバーサポートっていうもので、腰の一番盛り上がっている位置を調整することができます。で、それ以上にこの椅子のすごいところっていうのがあって、なんとこちらの椅子、腰の位置がね、吸い付いてくるんですよ。体をひねったり体重移動をすると、それに合わせて椅子が動いてくれる感じです。高級チェアって基本的に正しい姿勢で使ってその時の体に合うものを買いましょうっていうのがセオリーなんですが、こちらの椅子はいろんな姿勢になっても椅子がそれについてくるんですよ。ここら辺のね、ごちゃごちゃした部分の構造によって体の動きに合わせて椅子がいろいろね、変形するようになってるんですよね。いろんな姿勢でいろんなことができちゃう。どんな格好でもしっかり椅子が吸い付いてサポートしてくれる。それがこのジェスチャーのすごいところなんです。リクライニングもこの構造が効いていて、シンプルにね、根元から直角にウィーンってリクライニングするんじゃなくて、体の動きに合わせて柔らかくリクライニングしてくれます。なので、いろいろ姿勢を変えながら作業したいなって人とか、ゲームとかの時はゴロゴロ姿勢を変えてプレイしたい人とか、ゆったり動画を見たりする人なんかにはめちゃくちゃ嬉しい椅子だと思います。で、少し話に出ましたリクライニングは、まずね、どこまでリクライニングするかを4段階から選べて、さらにね、リクライニングの硬さっていうのも調整することができます。人って体重が違うので、重い人だとリクライニングしたくない時に思いっきりしちゃったり、逆に軽い人だとあんまりしてくれなかったりするんですよね。そもそも安い椅子だと、リクライニングしようと思ったらズドーンってね、リクライニングしちゃってわーってびっくりしちゃったりね。こちらのジェスチャーなら、そういった部分も細かく調整できるので、自分の感覚で、ふーってね、後ろに体重をかけた時に、思ったような感じでリクライニングするように調整することができます。はい、ということでジェスチャー紹介してきましたが、どうだったでしょうか？体が痛くならないいい椅子ってどういうものなのかなっていうのを知った上で、高級チェアを実際に見ていくと、
そうか、高級チェアってそういう違いがあるのか。確かに良さそうだってね、思ってもらえたんじゃないでしょうか。高級チェアはもちろんお値段もね、しますが、何事も体が資本。腰を痛めちゃったり、肩こりがひどくなって作業ができなくなったら、その金額どころの話じゃないので、椅子に座ってる時間が長いっていう人はね、ぜひ検討してみてください。自分は高級チェアに座るようになってから本当にね、体が楽になりました。で、今回レビューさせていただいたスチールケースのジェスチャーなんですが、なんとこの動画を視聴いただいた方限定のクーポンがあります。概要欄のクーポンコードを使用するとめちゃくちゃ安くなるので、概要欄のリンクからジェスチャーぜひねチェックしてみてください。ただ結構高い買い物になりますので、個人的には可能であれば視座した上で買うのをおすすめします。都心部に限っちゃうのでなかなかね難しいんですけど、高級オフィスチェアを視座できるショールームとかもあったりするので、気になる方は調べてみてください。それではイラストレーターに高級チェアって必要？スチールケースジェスチャーレビューでした。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では